ちゃ日陰の面だからあまり詳しく書かないようにします。ドライブラシでちょっとやったりしてこの汚す感じ。はい、こんにちは。お元気ですか？元気？よかったね。柴崎ももうね、あなたのおかげで今日も元気に絵描いてます。いつもね、柴崎の動画を見てくれて本当にありがとう。そしてたくさんのね、コメント、もうみんな読んでます。はい。あと高評価ね。もう本当に励みになります。まだの方がおられましたらですね、チャンネル登録もちょっとしていただけると助かります。さて、今日はですね、添削をやってみたいと思います。柴崎が主催するオンラインサロン、シバーツのメンバーの方がね、毎月ね、これ違うな。毎回ね、どんどん作品をね、アップしてくれるんですよ。でその中から今日選んでね、添削します。はい。さあ、どんな絵がね、あって、柴崎はどうするかね。では、ゆっくりご覧くださいね。はい。それでは、行ってみましょう。はい。それでは早速、ね、見てみましょう。どんな絵があるかな？どれがいいかな？ここのお家。これを見てみようかな。はい。お家の絵ですね。石丸さんっていう方ですね。今日の昼休み練習から近所のいい感じの一軒家とサザンカです。建物の質感どうでしょうか。ちなみにこのお家絶対に廃屋かと思ってたら、40代の女性がいい方でびっくりしました。っていう書いてありますが、はい。このお宅ですね。はい。木造の素敵なお家ですよね。ブロック積みの塀がありますね。なるほど。そして奥にサザンカがいっぱい咲いてるという、本当に季節感あふれる素敵な風景だよね。それをどう描いたか。なるほど。こう描いたんだね。よくできてるな。素晴らしい。なんか建物の構造がちょっと違うかな。はい。よし。じゃあこれを柴崎なりにですね、ちょっと見てみたいと思います。まずですね、今、パッと気づいたんですけど、形ですね。ここの位置。屋根ね。これ、詳しく説明するとね、ちょっと話がややこしくなっちゃうのでね。これね、もうちょっとこっちなんですよね。本当は。そういうところかな。それから、ここのお家とですね、ここに木があるんですけども、これの重ね方をもうちょっと工夫してみようかなと思いますね。あと、この形態感というかね、立体感というかね、そこの部分、そんなあれこれかなと思います。ちょっとお写真見てみますね。そうだね。だから、ここね、さっきこの辺にあったんだよね。もうちょっとこっちというのが、大事なことかもですね。それから、ここを境にして、立体になるような感じとかですね。そんなと、全体よくできているので、そこら辺、ちょっとだけですね。はい、考えてみようと思います。さあ、どうなるか、ね、見てくださいね。それではね、やってみましょうね。縦画面ですね。縦画面かな？縦画面ですね。はい。それで、この辺に書こうかな。鉛筆、芯があるかな。よいしょ。それで、このあたりでいいかな。はい。縦画面で。はい。それ
で、そうですね、お写真に結構忠実にっていうか、ですね、それに近く書いてあるんですね。だから建物がこの辺にあって、で、ここにサザンカがあるっていう感じだよね。でいいかな。こっちがこんなあたり。これなんていうんですか。パスって言うんですけど、これはなかなか、芯がちょっと待ってください。鉛筆の芯がなくなっちゃった。こっちの方がまだあるかな。あれちょっと待ってくださいよ。こういう時は、爪で削ってちゃんとしとけばよかった。ごめんなさい。まあ、とりあえず書けそうですね。はい。下から見上げてやるからですね。ここが急に下がるんだよね。急に下がると。そういう感じうまいよね。こんな雰囲気の文字で。で、そうですね。ちょうど目の高さ、このくらいの位置で、こうなってんのかな？こうなって、結構大きなサザンカですね。本当は立派なサザンカだ。この辺が多分ね、もうここに人が歩いてるけど、人は、ちょっと下り坂なんだね、ここね、多分ね。下り坂だから、ここら辺に立ってる人の頭よりもちょっと上あたりが目の高さかもわかんないですね。いや、この辺が目の高さというふうに知ってですね、ここは少し下がってるそうですね、こうやって。で、これと、これが行くとこがですね、目の高さに集まるわけですね。はい。まあ、すべからくそうなってるわけです。こんな風になってるわけですね。まあ、これはパスって言うんですけど、これも覚えてしまうとですね、非常に書きやすいんですよね。覚えないで目分量で書いてると、いつも本当にこれでいいかな、みたいなね、不安が伴うと思いますけど。それだから、例えばここに出窓のような、これは本当昔のあれですね。ここ雨どいになってんのかなこれは。もうちょっと上かなこのくらいかな。例えばこういうものもですね、みんなこっちに行って、これが一点にこの目の高さの一点に行くというふうになるんだよね。こんなんでいいかな。もうちょっと上だね。ごめんね。もうちょっと上の方ですね。この辺かな。懐かしいですね。こういうお家はね、柴崎も、若い頃、こういうアパートに住んでましてね。で、ここがね、ちょっと形が違うと、柴崎言ったんですけども、屋根をその前に描きましょうか。こうなって、張り出て。これもですね、実は、ここに来るんですね。こうやって。はい。で、こっち張り出ていて、こうだよね。で、ここがね、さっき、ここにはここに書いてあるんですけども、そうではなくて、この写真見ても分かったように、こっちが長くて、こっち短いですよね。これは、この三角はね、ちょっと奥に一回へっこんだっていうか、引っ込んだ。へっこんだって話は変だね。引っ込んだところにですね、あるからですね、そういう位置関係になってるんですが、今ちょっと詳しく説明すると、へっこんだって言っちゃうと間違いです。それで、そんな感じになってまして、あと何を言ったらいいかな。で、だからこれもですね、みんなこうやって、みんなこうやって行くわけですね。はい。これと
よりも少し下の方に、これもこうですね。こっちの窓があって、で、こうなっていて、こうなっていて、そこが見えて、こんなんでいいかな。で、ここに、こう屋根がこう出てるんですね。はい、なるほど。わあ、こんなデザインも、なんか懐かしいですね。で、こういくつかこうなってまして、これが戸袋だよね、多分ね。雨どいをしまう戸袋。で、ここ、もうちょっと上か。この辺かな。この辺かもわかんない。こうかもわかんない。それで、ここのところに少しだけの、こう、なんて言うんだろうな。ベランダというほどではないけども、ですね。こう、張り出しがあるんですよね。こうなってんだ。それで、ここのところが、こう出てきて、こう出てきて、これもこうですよね。ここに向かって、で、ここはこうなって、これは、下ですからいいんですけども、それで、ここに、雨どいがこう来て、ここのとこでこう曲がって、なんかこれ、何回かぐにゃぐにゃとこうなっていって、これと同じレベルに、ここに屋根がこうあるんだな。このくらい屋根があって、で、こっちに自転車置き場か、何かな何か、ちょっと張り出しの、何かがこうあるのね。こんな建物かな。それで、ここがこう出っ張っていて、こうで。で、これはこっちまで、ずっと塀がこっちまで、この画面の外まであるんだね、きっとね。で、これもこうなって、ここは水平ですね、目の高さのとこ。で、これが少しずつこう上に上がりながら、多分、何段かわかりませんけども、こんな風にブロックが積んであると。積んであるんですけども、ここから坂道なので、これには、これはだからこうやってですね、みんな目の高さに、これ目の高さですけども、そこにこうやってみんな向かっていくんですけども、ここはですね、坂道なので、それとは関係なくですね、この目の高さとは関係なく、こうなってるんだよね。こう。つまりこの線はですね、全然目の高さ、他のものはみんなこっちの方はですね、目の高さに一点に行くんですけど、それとは関係ない奥に行ってると。上に上がってる。だから上り坂なんだよね。で、こっちは何も書いてないな。で、これにど根性、何かの植物が生えていて、それで、ここが入り口になってるんですね。こうなって、こうなって入り口になってる。こうか。こんなうちでいいかな。ちょっと細い？ちょっと細いかな。もう少し肉つけようかな。このくらいかな。このくらいでいいかな。だったらこれがここら辺から。それで、こっちにある木なんですけど、今、ここにはここまでしか書いてないんですけど、実はこの裏にもこう木がバーッと生えてるんですよね。ここはですね、面白いので、ちょっとこの辺ぐらいまで、なんか、こうやって生やしてみたいかなと思います。からこっちもですね、なんか、面白いですよね。なんか、こんな風に、こうやって入れると、この、サザンカの木と相まってですね、ここの空の形がとても複雑になってきてね、面白いかと思うんですよね。はい。だからあるもの、そのような、デザイン的にちょっと取り入れてみますね。で、こうで終わるんですけど、ここまで下ってるんだと、これとは関係なく少し下にこう向くようにし
で、また上り坂みたいになってんな。だからここら辺から少し今度はまあ少し上り坂かな。こんな感じになっている道ですね。それで、ここにサザンカかなんかの植え込み、サザンカじゃない、ツツジかなんかの植え込みがなんかこうなっていて、あとなんかその他向こうの方のお家が、なんかちょっとこう見えそうかな、みたいなこんなこと書いておけばいいかな。で、ここに、これ目の高さなので、そのちょっと下にですね、人をちょっと書くと。こんな感じだろうか。はい。それでは、そんな感じかなと思うので、ここ、雨どいなんだね、ここね。こうやって、雨どい。こうなんだ。うん。じゃあ、塗ってみましょう。まず、お空はうまくいってますよね。空のは、イエロッカかジョングレーみたいな色を薄く溶いて、まずちょっと暖色ですね。こう塗って、で、なんか、コンポーゼブルーみたいな明るい色って、わっと塗ってしまいましょう。こうですね。よいしょ。こんな雰囲気かな。はい。よいしょ。それで、あと何かしなきゃいけないところ、こんなところがこう入れてってもいいですよね。これのところもちょっと入れてってもいいかもね。まあ、こんなこうですね。入れてってもいいですね。まあ、あまり問題ないので、入れておきましょうか。はい。次。ここをちょっと乾くの待っていてですね。じゃあ、ここのお家を描きましょうか。バントシェンナあたりの色かな。それから、クリムソンレーキみたいな色とか、ですね。まずそんな色でちょっと塗って、よいしょ。たっぷりですね。よいしょ。ここに屋根がある。ここに屋根があって、ここに配管がぐにゃって曲がってるんだな。こうなって。それで、基本的に、ここ、みんな塗っちゃってもいいとこですね。ちょっと気持ち残しましょうか。こっちに出てるんだ。こうで、こうですよね。それで、またコンポゼブルーみたいな青を、こうやって加えながらですね、少し溶かしにかかると。こうやってですね、混ぜながら、色を作ってみたいと思います。こうって、こんな感じ。これこうやって混ぜるとですね、結構味が出るんですよね。はい。
こうかな。それで、ここも、ここ、これなんでいいかな。もうちょっとこっちまで。ちょっとこんな感じで。よいしょ。なんかな。コバルトグリーンみたいな色もちょっと入れてみようかな。少しこう絵の具を取るようにしながら混ぜていく。ですね。はい。ただここは日陰の面なので、あまりこう細かく描いたっていう感じにはしたくないですね。はい。なんかこういろいろ色があるというような感じでしょうかね。それで、まずここら辺はみんなこんな色で一回塗ってしまおうかな。ね。こう塗って、ここもこう塗って、塗ってしまって、こんな具合。こんな具合で、一回色を入れちゃいましょうか。はい。こう、水彩絵の具の混色ですね。それから、今度は、こっち側が、日向なので少し暖かくしてですね、こう塗って、で、こんな感じと、あんな感じというふうに、ちょっと色を入れておいて、で、こちらは、こんな色。こうで、ここが、よいしょ、こう。よいしょ。こう、なんか、本当に味のある色してますね。こうかな。それで、このまんま、屋根の下を描いちゃいましょう。こうなってるんだね。そんなんでいいかな。それでまた、ここに、配管を除いて、これが、ここのところが、こういう風に見えてまして、ですね。はい。で、あとはよくわからないので、こっちの方が、なんかこうなって、ちょっとよくわかりません、みたいな感じですね。ここは色がちょっとこう変化しながら、よくわかりません。ですね。ここのところは、こういう出っ張りがあって、
で、ポン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 って色になって、ここは、このくらいわかりやすい色で、それで、なんとなく、こうなっている。そうかな。で、ここに暗い色が、ちょっとこういう具合だよね。これが配管。よいしょ。こうかな。それでですね。屋根が、これが、こうは、トントン、トントンとなりながら、こういう雰囲気で、で、ここが、こうか。よいしょ。はい。これも、こう、なんていうんかな。こう、書きにくいな。ここね。なんか、ちょっとしたそんな感じですよね。これは、自分から見ても結構、上の方にある位置の要素ですから、あんまりがっちり書かない方がいいかと思いますね。で、こうなって、これが、こう来て、こうなっている。で、配管のところに来て、こうなっていて、こうで、こうかな。で、こっちへ、こう飛び出てきて、こうだよね。これが、このまんまで。このまま。そして、こうなって、こんな雰囲気で、こっち入ってるんだ。でいいかな？はい。で、後ろの木々を描いちゃいましょうかね。後ろの木々、ちょっとくすんだ色で、はい。こうやって、このくらい。こうやると、こう、お家のこう、デザインが、こう、むき出しにならないで、こう、一体化してとても面白くなりますよね。よいしょ。こうで、よいしょ。こんな感じかな。それで、今使ったような色を、こっちにちょっとこう入れたりしたんですね。
そしてここのとこは水を加えて、こう、ちょっと滲みの状態を作りながら、なんか、こんなんですね。はい。目かな。よいしょ。はい。で、あとは、そんな暗い色を、ここに、ちょっと入れて、で、それを、ちょっと赤サビがついてるんだね、このとこね。うん。こうして、こっちは日陰の面だから、あんまりこうですね、あまり詳しく書かないようにします。ちょっと赤サビをつけて、こうかな。こんなんですね。はい。軒下を重ねるしまして、ここも、こうやって、こうやって重ねですね。重ねするとそこは日陰のように見えてきますので、こうなんかな。で、こう来て、こう来まして、で、ここはベランダ。それで、なんとなくこんな感じかな。はい。あとこっちに木がもしゃもしゃっとですね。ここも、こうですね。こう、少しもしゃもしゃをか。こんなにいいかな。はい。ここの辺まで。よいしょ。こうかな。はい。
はもうちょっと明度差つけた方がいいね。少し絵の具を取りましょう。このくらい、ちょっと明度差をつけますね。はい。この明るいくらいの時間ですね。はい。さて、それで、まだあるんだ。まだありました。まだありましたので、ちょっと塗ります。で、ここですね。どうなってる？こう切って、こんな感じかな。それで、これが、こうやって、こうやって、こうか。こうで、で、ここまで。こういう感じで、なってまして、ここがこうやって、屋根の上と、なんかこうなってる。ハイカントですね。で、これが、ここまで来て屋根がない。こうか。で、屋根の下を、ちょっと、暗く描いてですね。配管の子なんかもちょっと描いて、で、こうやりましたので、こんな雰囲気こうかな。それでですね、ここをちょっとこう、まあ、後にしようかな。ここはブロック塀なんですけども、そうですね、色味が、こんな色してるね。さっき下にブルー塗ってあったので、日陰っぽくもう見えてるかなと思いますよね。で、こうで、なんかこんな感じ。こう色ムラですね。こうして、しかもこの曲がり際を、ですね、この、こういう曲がり際を少し強くですね、何か、ここも結構味があるブロック塀ですよね。それから、今度こっち。面白いね。こうやって、ここがこうなって、で、トン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 とちょっとこう切って、ここが何か、土生寺の感じですね、これね。これ25の丸筆なんですけど。ね。結構書けるでしょ、細かく。それでなんかこうやって、軒下が暗くって、で、ここでバッと、こうなってんだよね、入り口がね。こんな具合。で、これは、こうで、なんかこんな雰囲気で、こう来て、こんな感じかなでいいかな。それでまあ少し、今度はちょっとこう汚す雰囲気ですね。ドライブラシでちょっとやったりして、
こう汚す感じ。こうかな。はい。そして、サザンカは後で書こうかな。ここにある、これ、街灯は書かなかったんだね。街灯書きましょうか。なんか面白いからね。街灯が思いついたんだけど、街灯これに書こうかな。なんか面白いよね、これね。こう下から見るのが多分こうでこうだよね。なんかこんな形の。何かこうやってこうなってる街灯だよね。面白いですね。今でもこういう街灯があるんですね。で、こう来て、こんな、ちょっと下が見えるかもしれないね、この場合ね。こうやって、こんなのをこう言うと、それはまた面白いよね。で、こんなんでいいかな？こんなんかな？はい。それで、サザンカ、咲いた道。って歌ありますね。この頃も若い方は歌うのかしら。柴崎金から一生懸命歌ったんですけど。焚き火だ、落ち葉焚きっていうね。しかし今焚き火しちゃいけないのよね。柴崎の方でもですね、落ち葉が大変なんですよね。もう山が後ろに迫ってますので、それでもね、やったら、それを落ち葉焚きできないんですよね。するとですね、もう、カン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 って乗馬車が回ってきましてですね、乾燥異常注意報につき、ご注意くださいっていうまあ、ご注意くださいっていうか、もうやめなさいっていうようなことなんだと思うけどですね。そんなことですね。昔は良かったんだね。焚き火だ、落ち葉焚き。当たろうか当たろうよ。北風ピープー吹いているっていう。もう懐かしいな。昔、うちにですね、音楽ってものが全然なかったので、学校で授業でですね、こんな話しながらこんな絵描いていいのかな。授業でですね、お歌を歌うっていうのはすごい楽しみでしたね。はい。本当に、なんていうんか、ね、音楽に触れる時間っていうね。また音楽の先生が優しい方が多くてですね、オルガン弾いてくれて、ピアノなんてなかったんだよね。もう、古い話ばっかりしちゃって申し訳ない。で、こうやって咲いてまして、ここも少し色を加えて、ちゃっちゃっちゃっちゃ。もういいかな、この回で。まあそんな色をですね。まあなんかあったら少し調和をとでも入れた方がいいんだよね、こうやって。その方が絵が素敵に見えるかなと思います。はい。こうでね。それで、ここにブルーのなんか屋根があるんだよね。ここに、なんかわかんないけど、あるので。こうじゃない。形が違った。形が違いました。ここはこうなってんだ。こうだ。まあ大体なんですけど。こなんか突起の肛門ピンになってんだ。こんなになってんですね。その他なんかある？なんかないよね。大丈夫。それで、これがこう降りてきて、これが、もう少し形が少し違うので、ちょっと直しておきますね。
はい。これで治ったかな？あとは、何が、そっか。この不思議な、これですね。はい。なんて、こんなんで、こうだよね。こんなんで、こうなってまして、下がどうなって、こう尖ってんですね。こう尖ってんのか。こんなのが下がっていて、で、これでよいしょっと。こんなの下がってんだ。ね。そして向こうの方は、どう書いてらっしゃる？本当にあれですね。本当に単純化して書いてくれるんですね。はい、結構ですね。だから、ここら辺、こんなんとか、なんかこうありますよ、みたいな感じだよね。はい。こっちがこうやって遠く行ってる感じなんだ。なんかあります。ですね。はい。それで、道が、よいしょ。こうで、ここが、こうなっていって、こうなってまして、こういう風に暗いパターンで、その日陰がこんな風な感じかもわかんないよね、こうやってやると。こんなことかもわかんない。ここがこうなっていて、こうなっていて、これもちょっとこうだね。それで、これは、こうか。こうなる。で、ここに、新聞で有名になった、ど根性、大根かなんか、違うのかな。なんかこうあって、それでこちらに、こう、上の方に上がっていく道が、こうなってんだね。これがなんとなくこういう風に切って、こうなっているかな。はい。あとは、何が、それで、だいたいいいかな。それでは、ですね。まず、ちょっとやんなきゃいけないこと。これは、これが、
なんか、こういうもんですよね。で、これが、ここが少しこう、質感があって、まあ、全部これもカチッと書いてしまうといけないと思うんですけども、まあ、上の方はあんまり書かないですね。ここのとこ。で、こう書くときに、ピュッとこう書くとかですね。なんかそうやって筆のこう、スピード感みたいのをですね、そのまま使って書くといいんじゃないかなと思います。ここは、こんな感じかな。こんな感じで、これはこうで、どこどこ、こう、切れていて、こんな雰囲気かな。こうだよね。で、これが、目の高さがこの辺なのでですね、一回もう本当は嘘かどうかわかんないけど、ここにこう引いてしまうといいですよね。自分の目の高さがわかるように。で、それに向かって、いくつかわかんないけど、まあ、じゃあ2つぐらい、こうやって方向なんか引くと。そんな感じかなと思います。こう積んであるのかなちょっとわかんないんですけどね。それであとは、こうやってこう汚して、で、こちらも、それにのっとってですね、こうだね。こうやって、方向さえこう大事にすれば大丈夫ですので、ちょっと。あとは、こんなんですね。少しちょっとこうやって汚してしまいましてね。こうやって汚しちゃってですね。なぜかというと、あんまりはっきり書くとですね、つまらないからですね。板がちょっとめくれてこうなったとこもあったり、だから均一じゃないですよね。そういうところを大事に書くと。あとはぐちゃぐちゃっと汚してみるということですね。はい。古い建物のなんか雰囲気ですね。そういうのを作り上げるということだと思います。こんなんとかですね。はい。それで、こうやって、こんな感じ。あとは、ここ
こに人がいる。人どんなん書いた？黒く書いたんだね。黒く書いた。これ変だ。よいしょ。顔小さくですね。こんな感じかな。それで、なんかあるぞ。なんかここに黒い塊があるんだけど、なんだろう。なんか、サザンカの、こんな感じと、こうで、こっちの方もなんかちょっとあって、こうなってるんかな。はい。あとなんかあるか。そうですね。こんなんでいいかな。これをこう溶かしてきて、ここにこう入れて、こうだよね。それでこっちもどこどこ、これをこう、壊してですね。少し調子にする。こっちも壊して、こんな感じにする。まとめですね。こっちも日陰なので、こう入れて、こうする。それで、ここをですね、こう軽く濡らしておきまして、こうですね。で、ちょっと放置して、あらこんなんですね。何か、ちょっとこうやったりしてみると。いうことね。あとは、サザンカを、どんな色かな。ちょっとこの辺でですね。はい。こんなのかな。ちょっとこういうとこ、こう入れてもいいよね。こうやってね。なんか見えないかな。見えないかな。はい。よいしょ。サザンカの色を少し入れて、このくらい入れた方がいいかな。ですね。ちょっと。こんな感じで。こんな風に切って、こうやって、そして、奥の方をこう押さえてしまって、
こら辺がですね、少しこう見えてくるようにしてですね。ですので、ここもこう色を入れて、これでここの塀がそれっぽく見えるかな。はい。どうでしょうか。こう、最後にですね、こう、やっぱりどこでもこう、ちょっと強調してあげようかって、こう、限定してみるってことですね。そういう作業はきっと大事ですね。こんな合間にして。それで、まあ、ここら辺が見えればいいんじゃないかなと思うんですけど、どうかな。ちょっと、あれ？いらない線を消してみたいんだけど、消しゴムは見つからない。消しゴムは見つからないので、後にします。あった。ありました。ここら辺もですね。はい。いけない。余分なとこやったら紙が剥がれちゃった。すいませんでした。はい。それで、だから、この部分ね。あとはこういう、構造線っていうのは、今回柴崎はここを目の高さに目ですね。目の高さに設定したんですけど、そこに向かってですね、みんなこう行くと。これがですね、目の高さに向かうということだったね。大変上手に書けたので、格別そんなにどうこうっていうことはないけども、そうですね。あえて言えば、例えばこういうところのですね、影と日向を、書き分けて、書き分けるというのもいいかなと。これは提案なんですけどね。だから、こういう影の面はですね、少しクールカラーを加えるといいんですよね。はい。そうですね。よくできているんですけど、いつも言ったより、ちょっと汚いのかな。ですね、遠くの方はですね、やっぱり、ここはとてもうまいんですけど、ここをもう少し単純化するといいかなと思いました。それから、やっぱりこういうですね、影だよね。影を描くと。そうすると、ここら辺に光の明るい面がですね、ガッと限定してですね、見せることができると思います。だから、あえてここをバチッとうちを見せたんでしょうけども、そっか、電線書いてなかった。今気づきました。すみません。電線が、何かここにヒュ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 って切っていて、電線だね。今の電線って太くていろいろなってんですよね。はい。はい。前後感とか空間とかの面白さをつけるためですね。だから時代的に面白いなみたいなね。ということで、
まあ、柴崎はこれ勝手にね、加えました。ね。はい、そんな感じです。はい。はい。出来上がりですって、柴崎勝手にね、終わりしてたんですけど、今、ちょっと気づきまして、ここの、これかな、ブロック塀のですね、こういうのが、ですね、まあ、ご本人も非常にこだわってですね、上手に書いてあったところをすっかり無視してしまいまして、そこではどうなってんですかと思われた方もいるかと思いますので、まあ、ちょっとこんなくらいでどうですかっていうことでですね、書いておきます。はい。こんな感じです。はい。これでちょっと勘弁してくださいね。ごめんなさい。忘れちゃってました。はい。本当に以上です。はい。はい。ねえ、ちょっとね、懐かしい感じの建物ですね。外壁も板吹きですね。はい。これをね、とっても上手に書いてありました。本当に。もうあんまり言うことなかったんですけどね。まあ少し日向日陰の関係をね、強めて形態化を表したり、まあ、周囲との関係をですね、どう書いたらいいかなっていう、まあ、柴崎なりの考え方でね、ちょっとやってみました。もうなかなかこういう建物、残り少なくなってきてね、柴崎も田舎に住んでるんですけども、田舎の方でもだんだんなくなってきたんですね。今のうちにどんどん書いておきたいモチーフだと思います。ちょっとお知らせがありまして、柴崎はですね、講座をやってます。ずっとお話してるんですけどね。一つはアートクレヨンを使ったクレヨン講座です。これは東京にあるアートクレヨンを作ってくれたね、ペンテルさんの本社の中の素晴らしいお教室です。で、そこでね、月に1回、クレヨン教室が開かれるんですね。柴崎、もちろん、教室に待ってますし、それから、あなたのね、画材も、お教室に用意されています。クレヨンとか紙とかですね。で、そのままあなたはね、手ぶらで来てください。そして、一緒に絵を描いて、お写真を撮って、その出来上がった素晴らしい絵を持って帰るというわけですね。もうアートクレヨンのね、使い良さっていうのはね、もうかなりの方がね、体験済みかと思いますけども、さらにそれを使ってね、素晴らしい絵を一緒に描いてみましょう。ね、お待ちしてます。そしてもう一つはですね、柴崎が主催しているオンラインによる水彩画の講座です。これは、まあ月に1回なんですけどもね、透明水彩を使って、まあ、ね、素敵な絵を描こうというわけなんですよ。柴崎は、まあ、当然、絵を描いてお見せするんですけども、あなたは、そのモニターの向こうで、モニターをご覧になりながらね、一緒に描きます。そして、何かね、質問があったり、不明点があったりしたらですね、すぐチャットで柴崎にお知らせしてくれると、柴崎はそれを見て、それをこうだよとかね、これはこうするんだよとかね、お答えしながら、こうやって、まあ、やりとりしながらのお勉強ですね。いかがですか？このクレヨン講座も透明水彩の講座もいずれもこの動画の概要欄からお申し込みください。ね。お待ちしてます。あと、ライブでやってることがもう一つあったんですけど、ちょっとこれも言おうかな。月に3回か4回なんですけどね。柴崎の主催するオンラインサロンね。柴厚のメンバーの方たちが、毎月柴崎がテーマをね、出しまして、それに沿って皆さん絵を描きます。その絵をライブの形でね、YouTube で高評価をやります。夜8時からなんだけどね、1時間半か2時間ぐらい。ぜひ、あなたも見てください。まあ、お知らせいっぱいになっちゃいましたけども、まだまだ寒いですね。体に気をつけて、
過ごしましょう。そして次回もね、元気にあなたとお会いしたいと思ってます。それまでね、ちょっとしばらくですね。でもすぐにまたお会いします。はい。今日どうもありがとう。はい。お元気でね。はい。お過ごしください。